アンダー35アーキテクツエキシビジョン35歳以下の若手建築家による建築の展覧会記念シンポジウムを開催させていただきます。で今回の、アンダー35の、開催はですね、さらに経験を積まれまして、いろんなことを実現する場を経験された方々の、展覧会ということで、楽しみにいたしておりました。大阪の地での、開催であるということもちょっと考えというんでしょうか、考えを感じつつ開催にあたってのご挨拶とさせていただきます。常にその新しい動きや新しい作家というものに対しての注目をしていきたいというように思っております。ですので今日こういう形でですねお招きいただきましたこと、非常にありがたく思っております。安心して生活ができる、あるいは豊かな楽しい幸せな家庭が築けるっていうような、基本コンセプトは非常に大切かなと思っております。これから社会とか環境とのですね関わりであるとか、利用であるというのがなお一層問われてくるんじゃないかなと考えております。そして今年この11回目を迎えるにあたりまして、このコロナ禍の中で私開催できるかなと思っておりましたけれども、本当に今回開催を決断されたこと、敬意を表しておりまして、ぜひとも成功裏に終わっていただきたいなと思っております。一つや二つのことでね、何かつまずきがあってもね、へこたれない、ね、何くそと思ってね、自分の糧にしてですね、日々鍛錬を積み重ねていただきたい。新しい時代は、新しいものは必ず若い人によって作られてきたんですよ。頼りない、何やってるかわからないって言われた若い者が未来を作ったんです、皆さん。だから皆さんが今から未来を作っていくんです。年取れば取るほどいろんな行くのが億劫になって食わず嫌いになっていくので、若いうちだからこそいろんなところに行けます。ぜひいろんなところに行って、人々の活動を学んでいただいて、肥やしにしていただけたらありがたいなというふうに思っております。一般的には自治体が考える公共建築像と、そのような複合されて新しいタイプの公共建築がかなりギャップが大きくなってきているんじゃないかということを日々感じておりまして、そういうことを今日中心に話をさせていただきたいと思います。でタイトルは「これからの公共建築はみんなの家である」というタイトルにさせていただきました。はい、311の被災地で、ここ右側の方で16棟ですか、それから熊本では2016年だったと思いますが、震災の後、今すでに128棟のみんなの家が作られて、まだこれは完成していないものもありますけれども、一番最初の仙台市の東海岸の方にあるみんなの家です。はい、それで、これは出来上がった時に、ささやかなお祝いをしているところですね。はい、でその後この仮設住宅の方々が毎日、お茶を飲んだりお酒を飲んだり、これからの相談をしたりということで大変有効に活用されて、仮設住宅がなくなった時に、何としてもこれを残してほしいと市に陳情をしまして、今仮設住宅に住んでた方が一番多く移っていった場所に市がお金を出して移してくれて、今も、みんなの家というか、公民館的な使われ方をしております。はい、そこまででみんなの家の話は一応終わりまして、で公共建築はこれからの公共建築はみんなの家のようなものであるべきだろうということを展覧会を小さな展覧会をやっております。ですからこの展覧会は、建築家として我々がこんなことをやりたかったんだという展覧会ではなくて、利用する側の人たちが、
どんなふうに公共建築を捉えているのか、あるいは見ているのかというそういう展覧会なんです。それを今日は中心にご紹介をしたいと思います。はい、でまず仙台メディアテークですけれども、壁が全然ないわけじゃないんですけれども、少ないからあっちでなんかワークショップやっていて、こっちは高齢者の人が何かパソコンの教室をやってる、それでこっちは学生さんがなんかコンピューター使って何かやってる、そういうのがお互いに近い場で隣の音が聞こえてきたりもするんですけれども、壁で区切られてないので、そういうことでお互いが反応し合うと。これはオープンして1年ぐらい経った時に高齢者の人たちのファッションがおしゃれになった、それは若い人たちがそばにいるからだというようなことも聞きました。はい、みんなの家ではないけれども、空気のような存在で、これからも当たり前に存在してほしいですと。何か特別なイベントがあってほしいわけでは必ずしもないんだということを言ってる人が、よく利用してる人は大体こういう傾向の人が多いですね。はい、次に松本の市民芸術館、これは2004年にオープンして、我々どうしてもここで1800席のオペラができる、劇場があるというと、自治体からはこの1800席のどこ行ってもいい音響でないとダメですよっていうようなことを今は言われるわけですよね。でも利用者の人は毎日ここでオペラ聴くわけじゃないです。ここへやってくる子どもが、ここは毛足が長いカーペットが引いてあるから芝生広場だと言って、保育園の子どもを毎日ここに先生が連れてやってきて、ここでお弁当を食べたりするというような場所になってるわけです。だから我々が美しい建築を作りたいと思って頑張ってもそういうこととは関係ない必ずしも。はい、次に雑高円寺という東京の小さな劇場なんですが、こういう商店街があって、そこからちょっと10分5、6分から10分ぐらい離れたところにこの劇場があるんですが、この商店街と切り離すことができないということは、ものすごくその地域密着型、やってる出し物は海外からも役者を呼んで、東京中からやってくる人がいるにもかかわらず、この非常にローカリティを持った劇場なんですね。はい、それで、この人は利用者なんでしょう。インタビューで、高円寺ってどういう場所で何がいいと思ってんのって聞くと、商店街って必ずみんな言うと。ここの商店街はその他の商店街と違ってみんな個人なんです、小さな個人なんですよということを言いたかったんでしょう。はい、岐阜の中心部にあります。はい、まさしく大きなリビングルームのようですよね。でこの吉成さんっていう人はなかなか面白い人で、ちょっと聞いてください話を。親子グローブのような開放的な場所で絵本を読むっていうことは公共図書館では日本ではないんですよ。基本的に部屋があって防音がしっかりしていて、ある程度環境がちゃんと作れる場所の中で暗幕も引けて、そういう場所で絵本っていうのは読むんですよし、物語も語るんですよね。僕の感覚では広場というよりは公園に近いんですけども、実際はそれだけ誰もがいられるっていう場所だと思ってるんですけども、本当にそういう意味では広場になり得る、新しい形の広場になり得る。頭で考えてはいることからスタートするんだけれども、そこから先に身体的な自然をよみがえらせることによって自分の身体の中から何かが引き出されてくるような、
そういう建築を作りたいなといつも思っています。はい。で、建築っていうのはいずれにしてもその自然の中に人間の痕跡を残すことしかできないんだと。僕はまあ本当のことを言ったら建築なんてないのが理想的だと建築家でありながら思ってます。そんなことはじゃあやめりゃいいじゃないかって言われそうだけれども、そうでないとすればどういう建築ができるんだろうっていうことを考えていて、それで、まあこれは僕の建築の理想形なんですけれども、まあ本当にこう幕一枚を巡らしたらそこが特別な場所になって、でそれを剥がしたらまた元の自然に帰ると。まあそんな建築できたら最高だなと思ってるんですが、ついつい、台中のオペラのような建築を作っちゃっているということで、レクチャーを終わらせていただきます。どうもありがとうございました。伊藤先生、ありがとうございました。本来今日フランスにいてですね、リモートで出演のつもりだったんですけど、ちょっとこの状況で渡航が直前にキャンセルになりました。フランスで今形が語る時っていう展覧会の監修をやっています。今年にこういったリアルな会が開けた、しかも充実した内容でっていうのは、これは本当に関係者応援していただいた方々、それから出展者の方々、皆さんの努力の賜物だと思って、今年は特に感慨深いなと思います。あまり世代差っていうのは関係ないかなとは思っていますけれども、いろんなタイプの建築家の人たちがいて、これから限られた時間ですけど、なんか議論できるのが非常に楽しみにしています。やっぱりなんか建築をやってる時じゃないとワクワクできないっていう自分がいることによく気づかせてもらった6ヶ月間っていうか8ヶ月間っていうかですね。なので今日は非常に楽しみにしてきたので、ワクワクした議論ができるといいと思います。大体いつも月1、2回ぐらいは最低国内外で講演会とかいろいろやっていたんですけど、半年間こういう機会が全然なかったので、今日は久々になんか楽しそうな感じだなと思ってます。自分の会社だけがいいというよりは、もっと業界的にすごく便利になったり豊かになったりっていうことを、一つ自分のライフワークとしてやりたいと思っていて、これから皆さんのことも紹介できるようなことに力を入れていきたいなと思っていますので、ぜひよろしくお願いします。感覚的にやっぱり建築って作る部分もあると思って、僕なんかもほとんどが 90% ぐらいそうなんですけど、やっぱり言葉を通して語るということの素晴らしさもあるので、登壇者の皆さんぜひ、無理やりでもいいからなんか面白いこと言ってほしいなと。先ほど平田さんが言ってくださったように、なんか若い人たちがもう少し面白いことを言ってくれると、僕たちは何かそれに対して反応ができるというか、今年も楽しい開催を期待してますので、どうぞよろしくお願いします。若い世代の、それから僕らの世代も含めた建築、今の建築の世界が何に興味を持ってどういう議論の焦点があるのかっていうのの、いくつもねあると思うんですけども、その見取り図みたいなものが緩やかに浮かび上がってくるといいなと思っています。でもこういうコロナのに建築がどのように反応するのかっていうような、誰も答えがわからないような問題に関しては、この年齢の差とか関係なく議論ができると思うので、今日の議論は本当楽しみにしています。今年はより大きな加工機を設備投資をして、この大きな加工機で大きな建築を作るためにはどうすればいいかということを1年間挑戦してきました。具体的には、展示空間ではシェル状の建築を展示していますが、この背景には、同時に並行に進めてきた
3つのパビリオンの中で実験した成果を、応用して建築にしています。つまりは、最低限建築を作るための設備を用意して、これを用意することで、最初に全体を計画するのではなく、都度必要に応じて増築をしていくというような、いわば自己増殖するような建築のシステムを我々は提案しています。設計の主たる課題がいろんな広がりを持っている中で、その構造とか工法にこだわるっていうのは、むしろそういうヨーロッパの建築の歴史の中に自分を位置づけたいってことなのか。今だとやっぱりパワーバランスあると思ってるんですね。工務店がいないと作れないみたいな。やっぱり自分で木を触って削ってみることで、出来上がる、システムっていうのか仕組み自体を構築していきたいなっていうふうには思ってますね。積むという行為自体は誰にでも簡単にできるので、使用者と対話をしながら完成形を常に変えながらゴールを目指していっているプロジェクトです。今頃本当は完成している予定だったんですけども、ちょっとコロナの影響で渡航できずにいるという状況です。このプロジェクトではジンバブエの経済状況が作り出した貯蓄レンガの風景を慣習と捉えて設計しましたが、日本のプロジェクトでも同様の手法で設計しています。実際は建築設計する時って、その慣習という言葉がいいのかわからないけど、さまざまな状況を視野に入れながら作っていくわけじゃないですか。もう少しどの辺をさらに見ていっていたのか。例えばアフリカのプロジェクトだったら気候風土はかなり重要に関係してますよね。その辺をもうちょっと詳しく説明してほしいなと思うんですけど。大きな空間を作ることで誘発的なんていうんですかね、行動を誘発するような価値観みたいなものを作ろうとは思っていまして、そこに向かって慣習を利用することによって自然の流れで導入できるようなものを考えています。裏庭に連続する中庭や全面道路に連続する中庭、プライベートな中庭、エントランスとなる中庭などを計画しました。田舎の持つコンテクストはとても自然で具体的でランドスケープ的です。その個別具体的なコンテクストをなるべくダイレクトに空間の特徴とすることができれば、田舎の数だけ住宅にバリエーションが生まれるのではないかと考えています。プランがその割には廊下と部屋が普通に並列されているだけで、その蛇行することによって風景の体験が変わるような計画になってないようにちょっとお見受けしたんですけど、その辺もう少し詳しく説明していただいていいですか。はい。中庭のスタディをするときに、中庭自体の形っていうのが、外に向かって閉じてたり開いてたりっていうことを検討していたんですけれども、最終的にその角度を開いたことによって中庭の先にある風景っていうのが室内に取り込まれているっていうことがだんだん知覚されてきました。商業施設でありながら暮らしの気配を感じるような建築にしたいと思い、周辺の住宅によく見られる要素、例えばひさしであったり住宅らしい窓であったりベランダであったり小さな庭であったり、そういったものを読み替えて建築を作っています。暮らすことと働くこと、それが公園の中に商店街のような街並みを作っています。作る仕組みとかいろいろ考えて、そういうのを全然真似できないほどよくやってるなって思うと同時に、ここの場所でしかできないようなことをやってもいいんじゃないかっていう気もしていて、下北沢的なことを思考しながらもここまで外にはみ出して使うとか、裏表がない建築っていうのが実はないと思うので、その今の状況と私たちが考えることのハイブリッドな場所にはなってるんじゃなかろうかと思っております。で全体がこれ南側から見るとこんな風に見えて、でこれを実現するにはどうしたらいいかなと思って、やっぱちょっと原始人に自分が一回なってみるしかないかなと思いました。で文明社会には生きているんですけれど、その中でとらわれているいろいろなことを一回忘れてみようと思いました。原始人になってみたっていうふうにおっしゃってたんですけども、具体的に敷地で、原始人的に暮らしてみたりして、そのアイデアを得たっていうような、その辺のプロセスがもしあったら教えてください。原始人のように暮らしてはないです。ただ
歩き回ってみるとやっぱり今までは、こう住宅があるところを中心に見ていた敷地がこうちょっと違うものに見えてくるっていうとあれですけど、違うことが例えばこんなところに洞窟みたいなのが少しあったとか、そういう発見がちょっとずつあって、それが今本当に設計にそこまでリンクしているかというとちょっと難しいんですけど、そういう発見がありました。去年大谷1019という住宅を発表した時に、この建築を見た人がこれってポリフォニーだよねという言葉を残していったんですが、で要はいろんな、構造材とか建具とか、植物とか人間5人住んでるんですが、みんなこう家族バラバラのこう、タイムスケジュールを持っていて、でそういうバラバラなものがそれぞれのこう旋律を持っていて、直接的に言えば、文化人類学レヴィ・ストロースとかもそうですけども、なんか非常になんか構造主義的な構えを個人的には感じたんですけど、なんか特別そういう影響というか、なんかもう受けてるわけではないんですか。そういうことは。そうですね、構造主義っていうのはちょっとどこまで類似しているかわからないんですが、何かこうそういうところからこう自分たちの思考を広げていくヒントを持ってこようと思っていて、この言葉にものすごく頼って設計をするっていうわけではないんですが、なんか起爆剤みたいなものとしてバナキュラーっていうものを見てます。基本大半スイスで過ごしました。幼少期から小3の時から向こうにいまして、かれこれ25年スイスに住んでおります。右下は、パリの郊外にあるアートフェアの時のバーのデザインなんですが、これは木のしなりっていうのを利用して、木って20センチくらいだったらすごい硬いんですけど、10メーターくらい伸ばすとすごいしなるんですね。でこれってやっぱりちょっと日本的な考え方で、あえてそういうのを海外で使っていくっていうことを、デザインに組み込んだりとかしております。なんかね、昔アイデアコンペで彼のを選んだことがあって、でもそれを選んだ理由がこいつに会ってみたいなっていうだからわけのわかんない世界観が妙に引っかかるんで、会ってみたかった。どんどん日本に来て頑張ってください。外側もなんかある種なんか仮説的なこう、なんだろう、こう建て方をしていて、中もそんな感じもあるじゃないですか。自分の家であるっていうこともあって、かなりで、両親もこれからずっとここ住んでいく中でいろいろこう変遷があると思うんですよね。でそういう意味で可変性があるシステムを建物全体でやっていきたいと。僕の印象だと、この家は言語化する前の状態で作り続けて完成し得たかなり稀有な事例だと思っていて、で僕はこれからの建築っていうのはこういう複雑さを備えていくことが面白そうだなと思っていて、秋吉君のはすごい優秀だし、なんかこうクオリティも高いし、去年もそうだったんだけど、君自身のなんかが足りないっていうか、フラワードームって分かりやすいけど、でも別にあれ自体がどうこうってんじゃなくて、彼がなんか見てた世界観に憧れるみたいなのがやっぱりあるので、なんかそこをもうちょっと話してほしかったなっていうか、興味がないのか分かんないけど、僕はどちらかというとそういう人々をエンパワーメントするというか、ちゃんとバナキュラーな建築を人々が作っていけるようなことをできるような社会とか枠組みとか、そういうものを作りたいと思っているので、正直僕は作家ではないので世界観を求めるってことはやりません。ただし自分が絶対的に信じているのは、これからの時代を作る建築家っていうのは絶対に作家ではなくて、やっぱなんていうんですかね、僕は起業家って名乗ってますけども、起業家的精神を持ってそれにこの建築的形とともに価値を作れる人だと思っているので、分からないなりにマシンの使い方と、それから今後来るであろう建築っていうのを作ろうとしている、それはもう秋吉さんにしかできないわけでさ、それは作家とかアートとか関係なく、秋吉さんのやっぱ世界観が今まさに立ち現れようとしてるんですよ。やっぱ人が人を選ぶってすごいことで、
その物で評価するんだったらいいんですけど、人もこれ込みでやってしまっているので、なかなかこう大変なことをこれから選択をしてもらう時間になりましたね。もう結構その作品の優劣とかいう話じゃない、あとは評価軸もそれぞれ違うので、今平山さんおっしゃったように、やっぱりなんか人が人を選ぶっていう、結局そこに11年してぐるっと帰ってくるみたいなところがあるので、もうそれは、ぜひ審査委員長から発表いただいてっていう形がいいような気がします。10年ぐらい前に五十嵐さんを広島に講演で潤さんに来てもらったことがあって、でその飲み会の席で潤さんに「谷尻お前何がやりたいか分かんないんだよ」って言われたんですよ。で僕本当に腹立ってなんて腹立ったと同時にそれでいいんだなって思えたというか、なんか今この人に分かってもらうことがそんなに僕のやりたいことでもないし、そう言われたことによっていつかきっとお前がやりたかったことはこういうことなんだよなって言ってもらえるぐらい、自分がこうもっと未来で走ればいいんだっていうふうにある種トリガーを引いてもらった。ただその思いを絶やさずになんとかしようと思ってるかどうかの方がやっぱりこれからの今日出ている議論のことを作り出せたり、そういうことを達成する人になるんじゃないかなと、僕は思っていて、そういう点においては山田さんのまだ分からないけど何とかしようとしている、でも分かりかけているようなその状態っていうのは実はすごく素晴らしいことなんじゃないかと思うので、僕は山田さんに最優秀を差し上げたいなと思っています。アンダー35アーキテクツエキシビジョン2020ゴールドメダル賞は山田鈴子さんに決定いたしました。おめでとうございます。皆様大きな拍手をお願いいたします。ありがとうございます。ちょっとプレゼン失敗しちゃったんで、もうこれは終わったと思ってたんで、もちろんふわっとした世界観を提示したいわけではなくって、その広い世界にやっぱり自分たちをどんどん飛ばしていかなきゃいけないと思っていて、でこういう展覧会を展示をしたんですが、頑張ります。ありがとうございました。まず展覧会の印象ぐらいからざっくりとお聞きできたら嬉しいなと思ってます。もうちょっと時間が経ってから見てみたいっていうものが結構ありましたね。松井さんの敷地の森なんか見ててもすごい敷地だなと思ったん、そうするともう植物に圧倒されて、その山田さんの家なんかも2年後に見てみたいっていうのは、2年後には内部も植物に折檻されてんじゃないかっていうような印象を持ったんですがどうですか？やっぱりあそこ庭にあれだけ鉄骨のなんというかキャットウォークとか階段を張り巡らしているのはやっぱ切りやすいように。でやっぱそういうメンテナンスをしながらでいろいろ果物とかもなるので、そういうものを収穫しながら、結構場が本当にそういう、植物の時間に自分の時間を合わせていくような、そのとつぼとつぼとつぼっていうふうに単体の正方形的なユニットが並んでいる、もうちょっとその辺変化があってもいいのかなと思ったんですが。あえて同じにしたのは何か理由があるのかな。なので同じ立ち方でも行ってみるとすごく深い植物に囲まれたような場所があったり、表も裏もないような作りになっているところがあったり、すごいその建築が普通の形をしていることによってその変化みたいなものが際立っているのではないかなと思います。生活文化を映す鏡として建築が存在するとするならば、
もう少しこう木が育ってて見えない方がね、そこが主張、今はしてるけど2年後出しますか2年後に来ますか僕が日本にいてアフリカにいた時に向こうで抱いた違和感みたいなものを日本で感じる機会が多々ありましたので、こう日本でも同じような構想といいますかプロセスを踏んで建築を作るとこうお互いにこういい関係性が生まれるんじゃないかなと思ったので、あえてこうアフリカのプロジェクトと日本のプロジェクト同系列といいますか同じ言葉慣習という言葉を使って今回展示させていただきました。やっぱり今の日本ってすごいこういう言い方をすると怒られるかもしれないけれども衰弱していて繊細にしかできないものができていかないようなそういう社会になってしまっているという、そういう時にこういうアフリカのようなところでおおらかにバーンとやるというその開放感みたいなことをもっと主張してほしかった。俺はアフリカの建築家なんだよって言ってほしかったっていう気が逆にしました。なんかこういうことで実験をするのはもちろん素晴らしいんだけれども、それが公共建築に延長してそのままいけると思ったらとんでもない間違いではないかっていうようなことを感じてしまうんですが、僕の言ってることは古い建築家なんでしょうかね。古いんじゃないですかねいや分かんないです。確かにこれが建築家がやることなのかっていう議論はもう散々僕がどこで発表しても言われることなんですが、なんていうんですか、ただの形のデザインじゃなくて運営や教育の在り方、あとはここでできた後にどういう学びをするのかっていうプログラムも含めて実際は毎週っていうか大学の人とかこのお施主さんとかと一緒に議論しながらやって、どこまで自分で汗かいてやんなきゃいけないかっていうところも含めてやってる中で模索してることなんですね。なのでどういう指摘をされたかちょっと咀嚼全くできてないんですけど、かなり泥臭いことはやっていますという、そういう話じゃないですね。どうすればいいですか。では全然ないんですね。建築にやっぱり建築っていうのは僕にとってはやっぱり社会的な問題であって、やっぱり僕だって本当にそれを僕のお前の建築いいなっていう人だけでできたらそんな幸せなことはないですよ。嫌な人ばっかりが多いからだからそこでいじめられたりなんか嫌なことばっかり言われてそれをどうやってクリアしていくかっていうところから建築は始まると思ってるからね。山田さんの僕が一番面白いと思ったところはマンションなんかのプロジェクトの中で、とんでもない遠い世界のことを夢見ながらそれがその小さなマンションの中にもう一回自然がよみがえってくるっていうそういうことを言ったという点で一番僕の考え方には近いと思ってるんですよ。そのことをすごく評価したいのと、それからその下北沢のプロジェクトはやっぱり建築はちょっとねもうちょっとなんか綺麗な建築作れなかったのって言いたいんだけれどもただああいうところでああいう場所でような開発を今までないような開発を試みて公共的な空間かなが開かれていくのかっていうことを想像するとすごい頑張ってるなっていう感じがあって、それから秋吉さんはさっき言ったように僕はあれは建築では公共建築ではないと思ってるんだけれどもなんていうかな彼の強さみたいなものを、それだっていいじゃねえかみたいな開き直りというか、そういうことに対する評価というかをしてということでその3人の中のどれかかなと思って3つあれば一番いいんですけども、一つにどうしても絞らなくてはならないとすれば
どちらの賞にもならなかった下北沢のツバメのチームにあげましょう。はい、アンダー35アーキテクツエキシビジョン2020伊藤賞はツバメアーキテクツの皆さんです。そうですね、なんていうかこう自分たちの実感で、都市をや社会を作っていくぞという気概で、やってきました。ただやっぱりこう、なんていうんですかね、もう少し建築家としての、態度や、なんていうんですかね、作るぞという気持ちは、あと100倍ぐらいにしていかないといけないなとちょっと気持ちを改めまして頑張っていきたいと思いますので、また、よろしくお願いいたします。最初にも申し上げたように2年後ぐらいにこのプロジェクトを皆さんのもう一回見てみたいなってすごく思いました。なんかどうなってるかなと思って、そしたら僕の評価が違ってたがやっぱり良かったかっていうのが見えてくるような気がします。はい、どうも長い時間ありがとうございました。最後に盛大な拍手で閉会とさせてください。本当にありがとうございました。